おはようございます。桜井です。ビットコインやイーサリアムの市場が今大きく動いています。9日間続いていたビットコイン ETF の資金流出がついに止まり、資金が再び流入しました。これは市場回復のサインなのか、それとも一時的な動きなのか、そしてトランプ大統領が仮想通貨業界のリーダーたちとサミットを開催。この動きが今後の規制や市場にどう影響するのか注目されています。さらに大規模なハッキング事件が以前発生しました。バイビットからの大量の仮想通貨が盗まれ、北朝鮮のハッカー集団が資金をロンダリングしていると報じられています。セキュリティリスクが改めて浮き彫りになっています。そしてイーサリアム財団では新しいリーダーシップ体制が発表され、機関投資家向けの新たな動きも始まりました。これがイーサリアムの未来にどんな影響を与えるのか。そしてスイス国立銀行がビットコインを準備資産として採用しないと明言しました。中央銀行が仮想通貨をどう見ているのか、その背景を見ていきます。今回のニュースを知ることで仮想通貨市場の今後がより分かってくるんではないかなと思います。ぜひ最後までご視聴ください。では今日の内容に入っていきたいと思います。まずはビットコイン ETF の資金流入です。ビットコイン ETF に久しぶりに資金が戻ってきました。9日間続いていた資金流出がついにストップし、新たに数億ドル規模の資金が流入。この動きは市場回復のサインなのか、それとも一時的な反発なのか気になるところです。ETF の資金流出が続いていた理由はいくつか考えられます。例えば利益確定の売り、規制リスクへの懸念、そして短期的な市場の不安定さ。しかし今回の流入はそうしたネガティブの流れが変わりつつあることを示している可能性があります。特に注目すべきなのは資金流入の内訳です。一部の ETF では依然として流出が続いてはいるものの、アークやフィデリティなどの ETF には大きな資金が流れ込みました。これは機関投資家が再びビットコインに対して強気の姿勢を取り始めた可能性を示唆しています。この動きが今後も続くのか、それとも一時的なリバウンドなのか、これからの数日間が重要になってきます。もしこの資金流入が続けば、ビットコインの価格にとっても大きな追い風になるでしょう。では、この流れが仮想通貨市場全体にどんな影響を与えるのか、さらに詳しく見ていきます。では次はトランプさんの仮想通貨サミット、こちらについて見ていきたいと思いますけれども、トランプ大統領が仮想通貨業界のリーダーたちとサミットを開催することが明らかになりました。これはアメリカの仮想通貨政策にとって非常に大きな意味を持つ動きです。このサミットには仮想通貨業界の著名な創設者や CEO、投資家が参加し、デジタル資産の規制や政策について話し合う予定です。もしここでトランプさんが仮想通貨を支持するような発言をすれば、今後のアメリカの規制方針が大きく変わる可能性もあります。今後の規制が緩和されるのか、それとも逆に引き締められるのか、トランプさんの動向次第で仮想通貨市場の流れが大きく変わる可能性があります。では次に仮想通貨市場に影を落としたハッキング事件について見ていきます。はい。では、バイビットのハッキング事件ですけれども、以前僕の YouTube でも紹介しましたけれども、この続報になります。仮想通貨市場が活発になる中、先日大規模なハッキング事件が発生しました。暗号資産取引所のバイビットから大量の仮想通貨が盗まれ、北朝鮮のハッカー集団が関与していると報じられています。今回のハッキングでは、イーサリアムが大量に盗まれ、その後すぐに資金洗浄が始まりました。特に注目すべきなのは、ハッカーたちが分散型取引所やクロスチェーンブリッジを使い、資金を移動させている点です。これにより追跡を困難にし、法執行機関の介入を逃れる狙いがあると考えられます。アメリカの FBI もこの事件に対応していて、関係するイーサリアムアドレスを公開し、各取引所に対して取引ブロックを呼びかけています。さらにブロックチェーン分析企業がハッカーに関連するウォレットを特定し、対策を強化しています。この事件が示しているのは仮想通貨市場におけるセキュリティの重要性です。特に中央集権型の取引所を利用する際は資産の管理方法を慎重に考える必要があります。万が一取引所がハッキングされた場合、自分の資産が影響を受ける可能性があるからです。今回のハッキング事件が今後の取引所のセキュリティ対策や規制にどんな影響を与えるのか、今後の動向に注目が集まっています。では次にイーサリアム財団の
新しいリーダー体制について見ていきましょう。はい。では、ここからはイーサリアム財団の新体制について見ていきますけれども、イーサリアム財団が新しいリーダー体制を発表しました。これにより、イーサリアムの今後の方向性が大きく変わる可能性があります。新たに共同ディレクターとして就任するのは、シャオウェン・ワン氏とトマシュ・スタンチャク氏です。ワン氏はこれまでイーサリアム財団で研究者として活躍してきた人物で、スタンチャク氏は主要な実行クライアントであるネザーマインドの CEO を務めてきました。技術的なバックグラウンドを持つ2人がリーダーに就任することで、今後のイーサリアムの開発がどのように進化するのかが注目されています。さらにイーサリアムの開発者ダニー・ライアン氏が新たに設立された組織であるイシリアライズの共同創設者となることが発表されました。この組織の目的はイーサリアムを機関投資家向けにマーケティングし、より広い金融業界での採用を推進することです。これまでイーサリアムは主に分散型金融や NFT の分野で活用されてきましたが、今後はウォール街やヘッジファンドなどの伝統的な金融機関へ浸透を目指すことになります。この動きっていうのはイーサリアムの未来にとって重要な意味を持ちます。現在の仮想通貨市場では機関投資家の影響力がますます大きくなっています。もしイシリアライズが成功すれば、イーサリアムの需要がさらに拡大し、価格や市場全体にもポジティブな影響を与える可能性があります。一方で、こうした機関投資家の動きが、イーサリアムの本来の分散型やオープンなエコシステムにどんな影響を与えるのかも議論されています。イーサリアムはもともと中央集権的な金融システムに依存しない自由な経済圏を目指していました。しかし、ウォール街や大手投資機関が関与することで、その理念がどこまで維持されるのか、今後の動向を見守る必要がありそうです。では次にスイス国立銀行がビットコインを準備資産として拒否した件について見ていきましょう。はい。ではここからはスイス国立銀行のビットコインの拒否というところについて見ていきます。スイス国立銀行、いわゆるスイスの中央銀行がビットコインを準備資産として採用しないことを明言しました。これにより仮想通貨が伝統的な金融システムに受け入れられるにはまだまだ時間がかかるということが改めて浮き彫りとなっております。スイス国立銀行の総裁であるマーティン・シュゲーレルさんはビットコインを外貨準備資産として採用しない理由として主に3つのポイントを挙げています。一つ目は価格の変動性が高すぎることです。中央銀行の外貨準備には安定した価値を持つ資産が求められます。ビットコインのように短期間で大きく価格が変動する資産は準備資産として適切ではないと判断されています。そして二つ目は流動性の問題です。ビットコイン市場は24時間取引されているものの、急な市場の変動時には十分な流動性が確保できないということがあります。特に中央銀行が必要に応じて大量の資産を素早く売買する必要がある場面では、ビットコインは適切な選択肢とは言えないという見解です。そして3つ目がセキュリティリスクです。ビットコインはソフトウェアベースの資産であるため、技術的な脆弱性やハッキングのリスクがあると指摘されています。実際最近のバイビットのハッキング事件のように大規模な資産流出が発生することもあり、中央銀行としては慎重にならざるを得ません。一方でスイス国内ではビットコインを外貨準備に含めるべきだという意見も出ています。この提案は一定数の署名が集まれば国民投票にかけられる可能性があり、今後の展開次第ではスイスが中央銀行レベルでビットコインを保有する最初の国の一つになるかもしれません。このスイスの動きが他の国の中央銀行にも影響を与えていくのか、ビットコインが準備資産として認められる未来は訪れるのか、これからの議論に注目が集まっています。では最後に今回の内容をまとめてみたいと思います。今回のニュースを振り返ると仮想通貨市場が様々な方向に動いていることがわかります。まずビットコイン ETF に9日ぶりの資金流入がありました。これは市場回復の兆しなのか、それとも一時的な動きなのか、今後の資金の流れが注目されています。次にトランプ大統領が仮想通貨業界のリーダーたちとサミットを開催します。もし仮想通貨に対して前向きな発言をすれば、今後の規制や市場の流れが大きく変わる可能性があります。一方でバイビットのハッキング事件により、北朝鮮のハッカー集団が関与していると報じられています。
これは取引所のセキュリティや仮想通貨の安全性を再考するきっかけになるかもしれません。そしてイーサリアム財団が新たなリーダー体制を発表し、機関投資家向けのマーケティング組織が設立されました。これがイーサリアムの未来にどう影響するのか注目が集まります。最後にスイス国立銀行がビットコインを準備資産として採用しないと明言しました。伝統金融と仮想通貨の距離はまだ遠いのか、それとも今後の議論で変わる可能性があるのか、今後の動向が注目されています。はい。ということで本日の内容は以上となっております。仮想通貨市場は今大きな変化の中にあります。暗号資産に投資をするなら世界でどんなことが起きているのか、この情報を日々追っていくことが大切だと思います。そのためにも今後も暗号資産の海外での最新情報っていうのを僕の YouTube ではお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後にお知らせがあります。BCG ってご存知ですか？ブロックチェーンゲームと言われるものです。簡単なゲームをするだけで1日10万円、歩くだけで1日10万円、全く信じられないノウハウです。今このノウハウを無料で得れるみたいですので、興味がある方は概要欄より詳細をご確認ください。そして暗号資産に関しては情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらの方から参加されてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。